はい。ではでは早速、抹茶を初めて家で飲んでみたいと思う人が、最低限の装備でできる、抹茶の立て方を紹介したいと思います。抹茶は本来、すごく簡単にできるし、あと飲んだらすごく美味しいものなんで、やったことない方は、ぜひ、やってみることをお勧めします。で、まず用意するものなんですけれど、まず抹茶ですね。大抵こういう缶に入って売っていて、神林とか小山園とかそういう代表的な銘柄のものは 40g 缶でだいたい600円とか700円ぐらいから多分売っていて、それでも十分美味しいですし、1000円とか1500円とかを超えると、うわー美味しいっていう感じのイメージですかね。で、1000円ぐらいでもだいぶ美味しく感じるような気がします。で、だんだん雑な苦味みたいなものが消えていって、ほのかな甘みが感じられるようになってくるっていう感じですかね。普段飲まない方はちょっと高いと思うかもしれないですけど、抹茶ってそんなすぐになくなるもんじゃなくて、1缶 40g 買えば、だいぶ何ヶ月もちょびちょび飲んでいくものなんで、そんなに高いものでは、本当はないです。なんで、せっかくなら、とにかくもう値段相当なんで、1000円とか1500円ぐらい出して、ちょっといいのを買ってみるのもいいのかなって思います。で、あと、その銘柄によって、かなり、味が違うと思うんで、ちょっと楽しくなってきたら、そういうのを比べてみるのも、面白いと思われます。この中で、唯一、家に何の装備もない場合、買う必要があると思われるものは、これですね。この茶筅というものです。竹でできていて、先に針みたいなものがいっぱいついているっていう、こういう道具ですけど、これはね、多分ね、何か他の道具で代用が効かない、ホイッパーとかではちょっと無理だと思います。で、これは、これもピンキリで、でも安ければ500円ぐらいで買えるんじゃないかな。多分簡単に手に入ると思うんで、お茶屋さんがあれば、抹茶も茶筅も、揃うはずです。で、なければ、通販でも手に入ると思うんで、これだけは先行投資だと思って買ってください。で、よっぽど湿らせておくとカビますけど、これは。ただ、そういうことさえしなければ、これも長持ちするもんなんで、一回買えばずっと使え、ずっとってことはないけど、長く使えます。で、あとは、茶碗ですね。で、これも、あればいいですけど、別に、最悪深めの皿とかなら、代用になります。で、あと一応初めてやる人がうまく多少上手に立ったいと思うなら、浅めの茶碗もありますけど、それよりは深い方が失敗せずにうまくいくということはあります。で、それからあと、これも、適当なスプーンはお茶を入れるために持ってもらって、で、それから、あとこし器は、これはね、絶対お茶はこした方が良くて、こさないとダマになっちゃって、あんまり美味しくないので、これはあった方がいいです。で、あとお湯があれば、それでできます。だからとにかく買うのはこれだけです。これとお茶を用意して、道具は最低限でいいっていうんならこれだけで済みます。早速、やっていくんですけれども、まずお茶から入れますが、で、そのまま入れてもいいですけど、ただ、あんまり温度が下がるとうまく立たなくなるんで、もし一手間かけてもいいと思えば、お湯を茶碗に入れて、一回温めて、このお湯を捨てて、そこから始めるといいかもしれません。ちなみにこの工程は、ちゃんとしたお手前には、組み込まれている工程です。で、お茶を開けると、大抵こういう風に袋に入ってると思うので、切ってもらって、これはこの缶の中にも開けちゃって保存してもいいし、この袋を、輪ゴムかなんかで口を縛って取っておいてもいいと思います。こういうことするのも本当は良くないんでしょうけど、高い茶碗じゃないんで、いいでしょう。で、お茶をこして茶碗に入れていきます。で、量ですけど、何回かやったら大体わかると思いますけど、どんぐらいだろう。この、超ちっちゃいスプーンで、2杯ぐらいこんな感じですね。で、濃い薄い好みはあると思いますんで、一般に高いお茶は、濃くてもすごい甘く美味しく感じると思います。大きいスプーンで1杯もないぐらい、こんなちっちゃいスプーンで半分ぐらいで2杯ぐらい、こんな量ですね。ちょっとそれは、何回かやればわかると思うんで、量として大体これぐらいです。で、お湯を入れます。で、お湯も、どうだろう。思ったよりはね、少ないと思うかもしれないぐらいです。こんなもんですね。うん。ひしゃくっていう道具がお茶にあってそれで入れますけど、それ1杯半とかって言われますけど、大体こんなもん。で、泡ができて増えるんで、ただたくさん飲みたければ、もちろんお茶もお湯も多めにして、やったらそれでいいですし、そこら辺は、家でやる分なんで好み次第ですけど、で早速立っていきます。どういう風にするかっていうのは流派によって多分考え方に違いがあって、わちは裏千家っていうところで習ったので、泡をたくさん立てるっていう流派です。
で、それに対して表千家っていう、まあ、もう一つ代表的な流派がありますけど、そこはね、なんか、いや、私もちゃんと知らないですけど、泡をこう、三日月型に残すんだったかな。そんなに泡々してない方がいいっていう。でまあ、わちはもうその裏千家の考え方に染まっていて、泡がたくさん立った方が美味しいと感じるので、まあ、その泡をたくさん立てるという思想でいきます。で、ポイントは2つあって、まず、この茶筅の先ですね。これ柔らかいんで、こういう風にね、柔らかいんで、茶筅の先を押し付けると簡単に形が壊れます。なので、まあ、で、これはね、入部したての、まあ自分もやったかもしれないけど、入部したての子とかに、じゃあちょっととりあえずやってみようみたいな感じでやると、まあ3人に1人ぐらいは、茶筅を、再起不能にしてしまうっていう。まあなんで、ほとんど、寿命が来ていそうな茶筅をとりあえず使ってもらうんですけど、感覚としては、そこにかするぐらい、浮きすぎても立たないんで、そこにかするぐらいでやれば、まあまず問題ないです。で、それからもう一つ、二つ目のポイントはね、こう、かき回すと泡は永遠に立たないんですよ。これが一番ポイントだと思うんですけど、ぐるぐる混ぜると泡は立たないんですよ。わかりますよね。そのホイップしちゃうと泡は立たないので、上下に向こう手前に動かすんですね。で、左手でこう上から押さえてですね、向こう手前に動かして、で、イメージは、こうザパってやった時に帰ってくる波があるじゃないですか。で、それにもう一回こう入れるっていう感じ。向こうにやって、その帰ってくる波に茶筅の先をこう入れるっていう。で、こう、返す波にこう入れていって、空気を含ませていくみたいなイメージでやると、泡が綺麗に立ちます。だからそんなに、力を入れるものではないですね。てか、力を入れると、かえってこう、なんか固まっちゃってうまく立たないと思うんで、下にかするぐらいで、向こう手前でやっていって、とにかく空気を入れていく感じです。あとなんかね、教わるときはこういう風に手首のスナップでやるのあんま良くないっていう風に言われたりもして、こう肘から腕全体で、これじゃわかんないかもしれないですけど、やった方がいいとかっていう風にも教わりますかね。あんまりこう器用にこうやって手首だけでやるのは良くないらしいですね。らしいけど、同級生でとにかく手首が柔らかい人がいて、その人はね、なんか結構後の方から入ったにもかかわらず、もうなんかとにかく美しいスナップでめちゃくちゃ綺麗な泡を立てていました。なんでまあ、それぞれですかね。大きい泡がこうあるじゃないですか。こういうのをまあ潰していって、こうやって、こう適当にこうやって潰していって、最後にですね、まあこれはオプションですけど、こう回して、で、こう真ん中で引き抜くようにすると、泡がこう真ん中で盛り上がる感じになるんで、まあそうすると、綺麗だっていうことになっています。続いてですね、飲み方ですけど、とりあえずやったらいいと思うのは、右手で取ってですね、こう左手に受けてあげて、茶碗を。右手で支えながら、まあこういう風に飲むっていうのが飲みやすいし、綺麗ですかね。まあそしたら茶碗は扱いやすいような、落とすこともないですし、いいかなと思います。で、まあ万が一ですね、皆さんがこう今後お茶会に行くことがあれば、茶道のイメージで、こう茶碗をくるくる回すみたいなイメージね。あれの真相を、まあ、わちが知ってる範囲でね、まあ、それさえ覚えていけばね、最悪それさえ覚えていけば、何か、ちょっとこう、あるじゃないですか、観光先で、ちょっとした和室の中で抹茶が飲めますよ、みたいな。で、飲んでみたいんだけど、ちょっと挙動ってしまうみたいなね。そういう時のために、最低限の飲み方を知ってると、意外と便利なことがあるんで、ちょっとそれだけ教えますけど、こう、茶碗ってのはまあ正面があるんですよ。これちょっと若干わかりにくいですけど、まあ、ここですかね。見えます？やばい。そうか。こういう感じでね。こういう感じで。模様が、こう、まあ、これちょっとわかりにくいですけど、こういうね、模様がある方が正面です。で、正面を自分に向けて出してもらえるわけですよ。こういう風に来ますよね。ただ、その正面をそのままね、正面にそのまま口をつけるのは、まあ、やや、こう、ぶしつけだということで、それでその正面を避けるっていうのが、茶碗を回すっていうのの正体なんですよ。なんで、右手に取ってですね、左手で受けて、で、二手ぐらいで、これ90度回せばいいんですよ。ここが正面だとしたら、ここが90度ですよね。ここに口が来るようにすればいいんで、やっぱ別にこう、真反対にする必要とかなくて、横を向ければいいんです。で、まあ、避けるってのは、だから意味としては確かにわかりますよね。その正面をガパッと向こうに向けてもなんか、ちょっと激しすぎるし、正面を要するに避けるっていうのが意味なんで、別にそんな90度っていう角度にもちゃんとこだわる必要もないのかもしれない。だからとにかく、出されたこの模様のね、茶碗の正面だけはこう避けてあげて、二手ぐらいで。それで、飲むと。で、まあ、右手で支えて左手を揃えて飲むと。で、
まあそれでいいわけですよ。ちなみに飲み方はですね、よく言われるのは3口ぐらいで飲みましょうって教わりますかね。まあそれぐらいの分量が確かに入ってるんで、まあ3回ぐらいに分けて飲むと。で、まあなんならこう飲み口のとこはちょっとこうやって手で拭いて、こうどっかの紙で拭いたりしてね。それで、最後は、正面で出されたと。で、まあもし相手に返すときには、相手に正面を向けてあげるのがいいんで、こう取って、相手にね、今度は相手に正面を向けてあげて、置いておくと。そうすると、正面を向けて出してもらって、また正面を向けて返すっていうことになるんで、まあこれぐらいできればね、大抵の場面ではなんかそんなにおどおどせずにいけるでしょう。と思うんですけどね。だから自分で抹茶を立てる時の作法なんていうのは、よっぽど真剣に茶道の道に入らない限り、自分の趣味で立てる以外は滅多にないですけど、飲むのはね、意外とできると、無駄な緊張を強いられなくていいという局面がかなりある、実際にはあると思うんで、これぐらい覚えておいたら、なんか、楽しみが増えるんじゃないかなと思います。というわけでですね、もう春ではないですか。というわけで、道明寺の桜餅が売っておりましたよ。まあ皆さんもこの春からまた、まあいろいろ大変なこともあると思いますが、頑張ろうよということでね、やっていきたいと思います。まあちなみに、さっき言ったそういうところに出ると、まあ大抵ね、お菓子とお茶、セットで出されると思うんですよ。で、これもね、もちろん好きな順番で食べたらいいと思うんですけど、習うのは、お菓子を先に食べて、それからお茶を飲むというやつですね。お茶はまあ一応お茶がメインなんで、で、その前にですね、こう甘い味を入れておくと、お茶の味が引き立つという、まあそういうことなんだと思います。なんで、まあもちろんね、一緒に、例えばそば定食みたいなってそばとカツ丼が出された時に、どういう順番で食べるかっていうことはありますよね。わちはそばが伸びるのがちょっとどうかと思うんで、そばを先に食べきってからカツ丼を食べます。けど、交互に食べたいっていう人も、まあいますよね。うん。桜餅といえば、隅田川沿いに美味しい桜餅屋がありますよね。皆さんで、今度行きましょうよ。春になったら、もうちょっと暖かくなったら。この道明寺湖のつぶつぶした桜餅っていうのは関西式なんですよね。でそれに対して浅草の長明寺の桜餅っていうのは、なんて言うんだろう、つるっとした表面で、これのイメージがある人には結構意外なんですけど、でもね、食べたらめちゃくちゃ美味しいですよ。ちなみにね、その店で言われていたのは、これもだからね、葉っぱをつけて食べるか、葉っぱを取って食べるかって人によって違うと思いますけど、その店で言われているのは、まあ、取って食べて、で、それで桜の葉っぱの味がついてるんで、それぐらいがちょうどいいですよっていうね。ただ葉っぱも美味しいんで、葉っぱは葉っぱだけで、わちは食べますけど、まあこれはこれで美味しいですよね。ちなみにですね、見てください、この用紙。この用紙はですね、かっこいいでしょ、なんか。これお茶の先生にある時にいただいたものですね。こういうのいいですよね。鶴か何かですか？この先が首になってるんですね。まあ高校3年間私はその先生にお茶を教わって、まあ結局それまでになってしまったんですけど、今でもね、なんかほとんどあれは結構自転車乗るのに近いっていうか、しばらくスキーとかね、そういうのに近いっていうか、なんかやってなくてもね、手間結構できると思いますね。体が覚えているというか。で、こうお菓子を食べた後に抹茶があったらね、やっぱり結構気分がいいですよ。まあこんな感じですかね。というわけで、皆さんもぜひ抹茶をやったことない方はぜひ抹茶を家で立ってもらって、その様子を動画にしてくれてもいいですし、出来栄えを写真に撮ってくれてもいいですし、ぜひまた、いろいろ反応いただければと思います。というわけで、抹茶の立て方でした。